にちは。ありがとうございます。今日ちょっと話をしようと思ったのはさ、全てがある自分というこの肉体の中に創造主のエネルギーが流れ込んでいて、創造主のエネルギーは全て持っているから、全ての感情が内在している。で、どの感情を活性化するかだっていう話をしたじゃない。で、あの話をちょっとこう広げて、伝えたいなと思ってさ。で、この世の中はよくさ、本とかで聞くじゃない。全ては可能であるとかさ、全ての次元は今ここに折りたたまれているとかさ。で、それを頭の中で聞いて、そうだろうなって思ってるんだけど、この全てあるっていうのはさ、創造主の意識で、これ結構さ、言葉のさ面白いところなんだけど、全てあるって言われると結局何があるのかっていうのがわからないままなんだよね。もうみっちみちに、とにかくみっちりなんか全部ありますよみたいな状態だから。で、何があんのみたいな、いやとにかく何がっていうかそれも全部ありますみたいな状態で、そうすると創造主の意識として一番最初に浮かぶのは、何があんのちょっと見てみたいみたいな気持ちじゃない。その全てっていうけど、例えば何入ってるみたいなさ、なんか福袋の中にさ、いやこれ全部入ってますって言われても、だから例えば何入ってんのみたいな、ハサミ入ってんのとかさ、洋服入ってんのとかさ、でなんかちょっと見せてみたいな気持ちになるじゃない。で、そのもう全てある福袋みたいな中から何があるのかっていうのを見たくてたまらなくって、あなたという肉体を想像し、そこの中にヒュッって流れ込むんだよね。で、そうするとあなたという肉体は全てあるっていうことは知らないまま、この世界の中でルンルンでこう歩いていっている。で、その中でルンルンって歩いていった時に、ある日例えば、あれこれ大丈夫かなって不安になったりさ、あれについて間に合ったかなって心配になったりとかさ、もしかしてこのままじゃうまくいかないかなとかさ、これ私だけ失敗するんじゃないかなとかさ、こんなこと言ったらみんなに何て思われるかなっていうさ、本当は全てがあるはずで、そんな心配が何にもいらないエネルギーの最先端にいる私たちが、なぜかそういう安心がないっていう欠乏のエネルギーを経験するわけじゃない。で、これってさ、うまくいかないとか間に合わないとか心配とか不安っていうのは、これが嫌なんだ、私はこういう状況が嫌なんだっていう個性の発見なんだよね。で、この欠乏に出会うと、コインの裏側のあるがこの意識下に誕生する。欠乏に出会うたびにあるの次元が誕生する。うまくいかないなっていうふうに思った時にうまくいく次元が誕生するし、心配だなって思った時にあれが安心だなっていう次元が誕生している。で、その次元を経験して好みをどんどん拡大して反映していくっていうために創造主の意識として入り込む。で、何があるのかっていうのを見つけるためには、この何がないのかっていうのを知ることで、コインの裏側のあるを発見することができるから、このよく言うさ、コントラストが大事だっていうのはさ、このうまくいかないとかさ、心配とか不安とかっていうエネルギーこそ、あるの発見の踏切台というかさ、はい、これがありますっていうことになるんだよね。で、例えば上司と馬が合わないなみたいなとか、この人やだなみたいなことがあったりするっていう、その経験をすることによって自分の意識の中にめちゃくちゃ信頼されて尊敬できる上司と働いてて、もうなんか朝仕事行くのが楽しみで、なんか行くたびに発見があるんだよねとかさ、感動があるんだよね、もうなんか本当お給料もらってこの経験させてもらえるのマジありがたいって思う次元が、上司と馬が合わないなって思った瞬間に誕生してんだよね。
の新しい次元が。で例えば他にも本音で話せないなとかさ、もともと気遣って疲れるなっていう時に、この欠乏を発見したっていうことは、逆に言えば恋の裏側で、私ってこんなに気楽に人と関われるんだってなんかびっくりして、会った後帰り道もちょっとなんか顔がにやけるほど楽しくて、マジあんな長い時間喋ってたのにストレスゼロだわ、むしろ元気出た、幸せみたいな次元が誕生してる。他にも例えば仕事が増えて、なんか自分だけ忙しくって頼まれても断れないし、自分の時間なくなるし、もう嫌だなって思う時に、このないが発見することによって、逆にもうさ、軽やかに好きな時に引き受けて、好きじゃない時には引き受けなくってごめんなさいって言うと、相手も OK で、逆にその仕事が他の人にとっていい展開生まれて、もうみんなが反映していって、なんか結局仕事増やさなくってもむしろ豊かになってるなみたいな次元が誕生している。でこのないが発見することによって全部あるの誕生につながっているから、むしろないを発見するっていうのは豊かさのなんつうの、ファンファーレが鳴っているというか、これからこのあるがあなたの意識下に今生まれましたので、あなたのチューニング次第でそこにスイッチできますよっていうお知らせなんだよね。あと例えば結婚のニュースとかさ、独身でさ、いい人ができたらいいなと思う時に結婚のニュースとか見て、いいな、なんで私は出会わないのかなとかさ、街で幸せそうなカップル、いやみんなカップルだなみたいなさ時とかに、その裏側のそう思った時に、この最高に信頼できてお腹抱えて笑い転げられるパートナーと、なんか幸せだな、幸せだねって言いながら時間過ごしてる。でその2人のあったかい空気がさ、なんか周囲にすごいいい影響を生んでいるっていう次元が誕生している。このないに気づくからこそあるが誕生する、あるが爆誕しているというのがね、ないを見つけるほどにある世界が広がっていく。でこれ普通はさ、ないを見つけると、なんでないのなんでないのとかさ、他にもこれがない、あと他にもこれがないって言って、ないの周波数に滞在する時間が長くなるんだよね。でこの想像の天才というのは、ないを見つけた瞬間にあるの世界にチューニングを合わせるんだけど、これどうやってやるかっていうと、もうこの世界、あるにフォーカスする時間が長くなればなるほど、あるが具現化されて可視化されるっていう法則があるので、毎日あるをフォーカスする練習なんですよこれさ、例えばさ、昔ね、こう本で読んだりとかしたことある人いるかもしれない。もう基礎の基礎でさ、今日の幸せを考えてみようとかさ、夜寝る前に今日ありがたかったこと、嬉しかったことを3つ考えて寝ましょうみたいなのってあるじゃない。でこれってあるの世界をバイブレーションとして感じて、自分があるのバイブレーションを出す練習なんだよね。この世界の中に今例えばさ、目に見えてるもの、家とか自分の洋服とか体とか仕事とか、あるものとないものってあるよね。でないものはないじゃん、あるものはあるけどっていう世界で生きてるよね。でも実際の目に見える3次元以外の目で見ると、ないものの裏側にあるものが存在している。でそのあるものにフォーカスするためには、今3次元であるあるものに対してエネルギーを注いでいく、活性化していく。で自分のこの電波塔から出てくるあるのエネルギー、ありがたいな、これがあって最高だな、幸せだなっていうエネルギーをどんどん活性化していく。で本当さ、さっき言ったような今日の幸せとか、今日ありがたいなって感謝することとか、自分のあるを見つけることとか、相手のあるを見つけることとか、今いる場所のあるを見つけること、すっごい基本的なんだけど、しかもそんなことかって思うことかもしれないんだけど、あるの世界を見に行くためには、もう徹底的に今のあるを見る。で今のあるを感じ取る。その延長線上に今までなかったはずのものもある世界が広がっていくし、今までなかったはずのものがあるに生まれ変わっていく世界に広がっていくんだよね。
でね、そうそう、どんどんあるにフォーカスしていくと、もうあるの方から目に飛び込んでくるの。なんかさ、ちょっと前もさ、なんか営業の人と話しててさ、いや、てかもう話が入ってこないくらいすごい福耳でさ、すごい福耳ですねって言ったんだけどさ、それもさ、もう福耳の方から飛び込んでくるんだよね。なんかだから言わざるを得ないみたいな気持ちなので、そういう感じで、あ、いい声だなとかさ、うわ、丁寧な字の書き方するなとかさ、あ、書類をそんな可愛いクリップで留めてくれたんだとかさ、なんかもうあるがどん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 飛び込んできて、それに私がはって驚くだけでまたそのエネルギーが出ているっていう、このね、あるの練習、あるにフォーカスする練習をすると、自分から見ようと思わなくても、なんか目の前にスクリーンがバンと出てきて、いろんなあるを見せてもらえるみたいな、なんかそういう世界なんだよね。そう、あるの方から来ちゃうの。私の中の感覚では、いや、向こうの方からすごい勢いでやってきているみたいな、向こうからフレンバからやってきているみたいなのが自分の正直な感覚なんだよね。で、この世界は全てあるにフォーカスする時間が長くなればなるほど、あるに具現化されて可視化される。あ、そう、今仕事の締め切りに間に合うかどうか瀬戸際でついつい焦りと不安が出ちゃって、今あるが爆誕しているよ。そう、いやー、最高のままできたっていう世界が爆誕してんだよね。なんかそれが誕生しているというだけで、またその安堵感のエネルギーって半端ないよね。これで毎日あるにフォーカスする練習。例えば仕事の締め切りだなっつって、でもこの締め切りに向かって全力でやれる時間ありがたいなとか、自分の体も動いてくれてありがたいなとか、きっとこうやって気楽に自分をあんまり追い込まずに考えていたら、またこれだったらっていうアイデアが出て、そのアイデアを実現するとさらに多分加速するなとかさ、いや、意外と最後まで粘ったらいいもんできたなっていう、なんか結末見える気がするなとかさ、いろいろ自分の中であるの可能性をこう拾っていくっていうかね、あるの種を拾っていく。でそうするとさ、本当見事なもんで、心ってさ、自分が種まいてこっちだよこっちだよっていう風にして導く方に導かれていくんだよね。でその心が導かれるほどにエネルギーを導かれて、それによって現実がこうどんどん追いついていく。すごく意識が軽くなりました。今日もありがとうございます。カノンさん素敵。そうおっしゃる。もうポーリーの心が素敵です。世界は自分の意識を投影しながら見るものというか、自分の意識を投影せずに世界を見ることってできないからさ、わあ素敵だなって思ってるってことはさ、自分の意識の中に確実にその素敵なものがあるっていうことだよね。不足感や欠乏感の意味がガラッと変わりました。おそれひっくり返った。よかった、素晴らしい。そう不足感が見えたらなるほどっていうかさ、これを経験したくて創造主は私の中に入ったんだみたいな、これが創造の最先端なんだ。でそのチューニングを合わせるには、はい、あるにつけましょうみたいな。でももうそれ無意識にやってると、どんどんあるが向こうからやってくるから、なんか自動的に息してるだけであるの世界にこうどんどん広がっていく。そう本当いいことだね。あるに気づくのもないに気づくのも結局幸せ。おっしゃる通り、ブラボー。本当そうですね。本当そうだね。それしかやることなかったわ。そうなのよ。なんだ、あるを探すことしかやらなくていいのか、なるほどみたいな。でもさ、これ例えばね、じゃあ焦ったりとかさ、悲しんだりっていうのも、焦るという感情があるんだな、悲しむという感情があるんだなっていうこともまたあるだしね。あるの豊かさだよね。そうだ、本当に豊かな、なんかもう生まれたくて仕方がなかった地球にこうやって生まれることができて、何の幸運か。そしてこうやってもう忘れても何度も思い出したい
こう英知みたいなのをさ、みんなで交換できる FOL でつながれて、多分絶対約束してきてるよね、これはね。なんか偶然ではない気がする。ね、それがねありがたいなと思いました。また聞いてください。それじゃあね、バイバイ。